どうもちは、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。タラバガニっていうことでね。それではこちらを、さばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。タラバガニ。っていうことでね、この時期がやってきましたよ。生タラバを買ってきました。買おうと思えば、年中生タラバって手に入るんですけど、やっぱりちょっと肌寒くなってきた時に、食べたい食材ですよね。で、ボイルしてあるタラバガニとかはもうよくあるんですけど、この生の新鮮なタラバガニっていうのはなかなか手に入らない。ちなみに今日こちらの大きさが3キロあります。3キロのタラバガニっていうのはね、かなり大きい方です。足もこんなに太いです。僕の指3本分ぐらいありますね。で、本当はね、これを丸茹でしてパキッと割ってかぶりつくのもいいんですけども、今日はこういうの買ったんですよ。岩塩プレートって言って、塩でできているプレートですね。どう使うかというと、この下から弱火を当ててって、このプレートを熱くします。で、この上で食材を焼くと、岩塩の塩気が食材に移って、とても美味しくなるという魔法のプレートです。なんで今日はこちらのプレートを使って、生のタラバガニを焼いて食べていきたいと思います。で、それともう一品。こんな立派な柚子と、このキノコ皆さんわかりますかね？これね、天然の本しめじです。で、ものすごく貴重です、これ。普通にスーパーで売ってるやつは、あれは金床で育てた養殖物なんですけどね。これは今の時期しか取れない幻のキノコ。松茸より貴重かも。でもね、もう今見えてるんだけどね、こうほら、虫がね、たくさんいるんですよ。これ、芋虫です、これ。美味しいキノコには虫もたくさんつくんですね。なんで今日この2つがあるっていうことは、しゃぶしゃぶも作っていきたいなと。もしタラバガニをさばく前に、先にしめじの処理をしていきましょうか。結構虫抜きとかに時間かかりますんでね。で、天然のキノコってこう触った時に、こうふかふかしてるものは、この中が虫食いなんですよ。ほら。ほら、虫もいますよね。こうやって1匹。わかりますか？どこに虫がいるか。2匹いますね。うわうごめいてる。3匹いる。うわ、すごい。これはやめときましょう。となると、ここも、これもね、立派なキノコなんですけど、ちょっと軸はやばいな。もう傘のところは大丈夫そうですね。でも傘もかなり入っちゃってんな、虫。ほら、傘のとこにもいますね。だいぶこのぐらいの大きさになると、老菌って言って、もう成長しすぎな感じですよね。このぐらいがいいかもしれません。これ最高ですね。軸もすごく硬いですね。こういう軸の硬いところだけより抜いて食べていきましょうか。はい、じゃあこのぐらい取れました。で、もう石突きのところを思い切ってバシャッと切っちゃいます。切った時に虫食いがないですね。これものすごく状態いい。あとのはね、もうほぼほぼ虫食いですね。これは外れだな。ごめんなさいね、タラバガニの動画見に来たはずなのに、急に幼虫が映って嫌な思いした方は本当に申し訳ございません。ただ食ってこういうもんですからね。そしたらあとはこれきれいに洗っていって、食塩水につけて虫抜きをしていきます。ちなみにここに入っている虫は食べても無害ですのでね、大丈夫です。ちょっと気持ち悪いってだけですね。で、そしたらボウルに食塩を入れて、で、そこの中に入れて、虫抜きをしていきます。これ塩水につけると虫が出てきますんでね。そしたらタラバさばくか。で、タラバガニはトゲがすごく鋭いので、軍手はしましょうね。そしたら今日はしゃぶしゃぶなので、胴体と足を切り離して、皮を剥いて、むき身にします。で、足の関節はこっから落としてもこっから落としてもどっちでもいいんですけど、今日はむき身にしていきたいので、ここから落とします。ここから。で、生のカニは、できるだけ鮮度のいい状態でさばいてください。死んで時間が経っていくと、身がどんどん痩せていきますんでね。で、爪とかもこうやって関節にしっかりと決めて、で、ねじっちゃう。そうすると簡単に取れますよね。はい、このように足が全部取れました。で、この状態で茹でてもいいんですけど、タラバガニっていうのはね、カニってつくんですけど、ヤドカリの仲間なんですね。なんで味噌がそんなに美味しくないです。で、ズワイとか毛ガニだったらこのままボイルして、カニ味噌を味わうっていう食べ方もあるんですけども、タラバガニは、これね、生の状態だったら、ばらして、鍋用にした方がいいような気がします。なんでこれ鍋用にしていきますね。この胴体のところに身がまだたくさんついてますんで、これをね、おろしていきます。まず、ふんどし。ここに、V 字を入れます。これですね。で、ここのふんどしの、この肉。ここもね、肉があって、ここは美味しいみたいですね。はい、ふんどしを外して、で、甲羅を外します。
はい。こんな感じ。でね、甲羅を外すとね、この下にちっちゃい足があるんですよ。実は、タラバガニの足は、1、2、3、4本あるんですね。こういうことですね。で、どのカニにもあるこのエラですね。これは食感が悪いので、これ取っちゃいます。包丁で取ります。で、こっち側も包丁で取っちゃいます。はい、こんな感じ。そしたら、まだ卵がついてますんで、卵は完璧に取っちゃいましょう。はい、この状態になりました。そしたら、ここで半分に割ります。こんな感じ。そしたら、ちょっとこれ大きいので、さらに半分に割ります。で、この状態になったら、この角度で割ります。よし。こんな感じですね。こうすると食べやすいし、出汁が出やすいので、割ってあげることをお勧めしますね。このままボチョンと入れてもいいんですけどね、やっぱ鍋にした時にこのままだと食べづらいですね。半分にこうやって割ってあげたら食べやすいです。こんな感じね。これでタラバガニの胴体の鍋用の完成。はい。ではでは、カニの足を剥いていきましょうか。で、まず、ここから落とします。こういう感じですね。で、この爪の部分も身は入ってるんですけど、ちょっと身が少ないんで、ここは出汁として使った方が有意義に使えるかなと思います。次はこっちですね。で、包丁でもハサミでもどっちでもいいんですけど、この白い方じゃない方、このとんがってる方ですね。こっちの外側の方です。ここに一本入れます。こんな感じですね。そしたら筋を切らないように、ハサミで殻だけ切ります。こっち側と、で、こっち側も。よし。で、こんな感じになりました。そしたらちょっと軽く膜を剥がして、で、足をこうやって引っ張ると、いきます。ピロ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 と。はい。こういう風に綺麗に取ることができます。で、この赤い膜、ちょっと硬いので気になる人は、これ取っちゃってください。あった方がね、綺麗なんですけどね。刺身とかにする場合は取っちゃった方がいいですね。もう一回いきますよ。で、外側の方に1本切れ込みを入れます。はい、1本切れ込みが入りました。そしたら切れ込みが入った方の、この両サイドのここと、ここですね。筋を切らないように、こことここだけ切っていきます。で、ここ切るときは、ハサミの方がいいですね。できるだけ身を下にこう落としながら、殻だけ切ってください。こんな感じね。そしたら裏側も、同様に同じように切っていきます。バチャッと。はい、こんな感じですね。そしたらある程度、ちょっと剥がしてあげて、落とさなきゃ。で、ここを引っ張って、ピロ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 と。はい、こんな感じ。綺麗に取れますね。これね、コツさえつかめば結構簡単ですよ。さあ、そしたらどんどんやっていきたいと思います。はい、ではこのように剥き終わりました。美しいでしょう。そしたら焼きは3本。で、しゃぶしゃぶ3本でいきましょうか。そしたらしめじですね。ね、虫出てるな。あんま気にせずいきましょう。で、そしたら柚子は皮を使っていきます。これをね、しゃぶしゃぶのお鍋に入れると、柚子風味になって美味しいんですよ。この青柚子、香りがいいとこ使っていきます。はい、これでひとまず完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、食べていこう。今日はこの机の上で作って食べるスタイルでいきたいと思います。このお鍋の中は昆布が入っております。で、まず昆布を温めて、出汁を取っていきます。火加減は中火。で、お次はこれ、岩塩プレートですね。これが楽しみですね。これね、舐めるとね、やっぱしょっぱいですね。すごいしょっぱい。で、これあんまり強火でやっちゃうと割れちゃうみたい。なんで弱火で温めていきます。さて、じゃあ鍋の昆布がいい感じですね。昆布を一度取り出してしまいます。で、この昆布だしにキノコで柚子の皮を入れます。そしたらポン酢を用意して、いよいよしゃぶしゃぶしていきたいと思います。しゃぶ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 と新鮮なんでね、そんなに強くやんなくてもいいと思います。あちちちちちちち
ちょっと半生ぐらいがうまいと思いますんでね、このぐらいでいきたいと思います。でポン酢につけていただきます。うめっ、鼻毛出るわ、うますぎて。鮮度がいいから臭くないですね。ほい、じゃあこの次は岩塩焼きいきましょうか。なんかね、塩がふつふつと出てきました。これ多分中に若干あった水分が出てきてるんでしょうね。よし、焼いていきますよ。いきます。ぎゅーっと縮んできますね。相当熱いんでしょうね。意外とね、くっつかないですね。あちちちちちち、すげえあっち。しっかりと焼いていきましょう。これ焼いてる間に、じゃあ次こちらの天然のしめじをいただきましょうか。本しめじ。ポン酢にくぐらせていただきます。うわ、これうまい。きのこ、スーパーのやつとはもう全く別物のきのこですね。これ歯ごたえがあってうまみがあってうまいな。さあそろそろカニちゃんがいい感じに焼けてきました。そしたら塩がかなりついてますんで、ここにすだちうわーっとかけます。そしたらこちらをいただきます。うわ、うまっ。めっちゃ塩気ついてる。塩の上で焼いたんだから塩気がつくの当然なんですけど、なんか感動。あとの2本はバター醤油で食べよう。でこっちのだし汁は締めに雑炊をやろう。殻を入れてだしを取っておこう。身も雑炊に使おう。しばし待とう。こちらバターと醤油用意してきました。でもね、そんなに強い塩気はつかないですね。ほんと程よい塩気がつきます。待ってる間にでん、ギノのやつ。よっしゃー。高いところから落として0対0ですね。でもこれでいいんですよ。これで待つと、これで待って泡がグッとなるまで待ちます。そうすると強い泡の蓋ができますんでね、その強い泡の蓋ができたところにゆっくりと銀色を注ぎ込むと、これが朝日さん公式の飲み方。そろそろと入れていきます。よいしょ。はい、こちらへったくそだな。7対3ですね。いただきます。うめえ。よし、じゃあバター落としていきましょう。うわ、バターが絡んでうまそうだな。でここにお醤油をピャーっといただきたいと思います。これはたまらんな。いただきます。うまい。海の宝石箱や。うめえ。ビールと合いすぎるな。このタラバガニの繊維一本一本にこのバター醤油が絡まってめちゃくちゃうまい。半端ねえわこれ。やばいねこの食べ方。これちょっととんでもない食べ方見つけたかも。そしたらまず殻を取り出していきましょう。殻と柚子も取り除いていきましょうね。ちょっとこれでも一回こすか。一回こしますねこれ。こう結構アクも出ちゃったんでね、もうこしちゃった方が早い。でキノコだけ戻します。でタラバの身を取って、これもねほぐして入れたいと思います。で火にかけて、今日のご飯はね土鍋で炊きました。わあ綺麗に炊けてる。たくさん作っとけば明日も食べれるんでね、今日たくさん作っときます。そしたらご飯を入れます。でご飯にだしを染み込ませます。でその間に卵を割っていきましょう。でいい感じにご飯がスープを吸ったら一回味見。香り付け程度に醤油入れましょうか。一回し。これで味がねバシッと締まると思います。そしたらここに卵を落としていきます。
火を止めます。はい。で、卵が固まったらネギを投入。はい。これで、タラバガニ雑炊の完成。食べていきましょう。うまい。毛ガニとかズワイよりかは出汁は少なめですね。でもね、すごい上品な出汁でうまい。うまい。皆さんもちょっと贅沢する日には、外食もいいんですけど、生のタラバガニ1匹買って、タラバガニパーティーもいいですよ。というわけで今日はこちらのアングルで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。